Hey, what's up everyone? It's Bobby from QT Japan, and this time I interviewed a kintsugi craftsman. And some of you may be wondering, what's kintsugi? Basically, it's the repairing of ceramics using lacquer and gold. The word kintsugi is derived from the kanji kin, or gold, and tsugu, which means to join together. So, joining together with gold. In recent years, it's gotten really popular throughout the world, but surprisingly, in Japan, it's still relatively uncommon or unknown. So it was a real pleasure to get to meet Koishida-san and learn more about him and kintsugi over the several shoots that we spent together. So without further ado, let's check out more about the history of kintsugi and the personal journey of this craftsman. もともとは金継ぎをしようと思ってなくて、僕が趣味でやってた螺鈿貝殻をこう木に埋めたりする工芸があるんだけど、その螺鈿をやろうと思って、それに使う材料の貝殻のアワビを知り合いの料理屋の大将に分けてもらってた。でそこのお店の大将が「そんな手先器用なら金継ぎもできるやろ」っつって頼まれたのが最初。それがまだ20歳ぐらいの頃、まだ自分が美術の学生だった頃に頼まれて、それが最初だから。もうそれから35年以上金継ぎについて書いてる文献はすごく少なかったんだけど、あとはもう自分でやってみてトライアンドエラーで試しては、これうまくいったなと、これうまくいったなで、そんな方法いくつか試してるうちに、だんだん今の方法にたどり着いたっていう感じですかね。金継ぎをやってる人がまず周りにいなかったし、でなんか漆の有名な作家さんが書いた本の中に、本当にこんな分厚い本の中に2ページだけ金継ぎのことがちょっと説明してあって、でそれをもう元にあとはもう自分で考えて試行錯誤しながら、もともとはそのアートでもないし、金継ぎは今のそのエコロジーとかそういうこととも全く関係ない今から600年前、日本の安土桃山、室町とか安土桃山の頃はもう焼き物がとても貴重品なので、ほとんどがその自分の主人の持ち物だから、殿様とか天皇とかが持ってるものなので、それを壊してしまったらもう壊した人はものすごい罪に問われるわけね。だからもう武士だったら切腹だし、普通の人だったらもう絶対打ち首なので、漆の工芸の中でも蒔絵っつって金を使って仕上げるっていう方法の、漆の中でも一番いい方法で、一番最上級の方法で直すことで、あくまでも殿様に対しては忠実な部下っていうか家来ですよっていうことを示すために金継ぎをしたっていう歴史的な背景があるので、その何百年も昔から全くわからないように直すこともできたんですよ。同じように傷が見えないように、ひびをも全く見せないように漆で直すこともできたんだけど、そのさっきも言ったけど、その武士が自分の主人のためにっていうところで直してるので、あれは傷をあえて見せてる。だからこれは本当に壊れたんですよっていうことのために見せてる。で見せて、しかも金にして美しく見せてるっていう。隠すことは騙すことなので。割りました、割った、ちゃんと傷も入ってます。傷入ってるけど、これには例えば反逆の気持ちはありませんっていうことのためにわざわざ金にしてる。でそれでいうと、その昔の殿様も今の我々も気に入ってたコーヒーカップとか焼き物が壊れるとやっぱり辛い。でそれは日本でも海外でも一緒なので、それが治るっていうことはやっぱ嬉しい。誰が壊したとかじゃなくて、だから今もう一回かつての金継ぎが見直されてるっていうのはそういうことだと思う。平たくて丸いので平丸って言ったり、アイスキっていう風に言う彫刻と、今これ鉛筆の粉をまいて汚れとかこの接着剤が黒くなって見えるので、そうすると
本来はアートじゃないと僕は思ってやってる。むしろアートにしてはいけないと思ってる。もともとその焼き物を作った誰かがいて、でそれを使ってた誰かがいて、でこの使ってた人がこの焼き物を壊してしまった。でもう壊れたから、この作る人がもし昔の人だったらもういないわけだよね、死んでるから。その作った人と使ってて壊した人の間をうまく取り持つのが我々の金継ぎをする人の仕事だと思ってるので、だからこの作った人こそがアーティストなので、この人よりも出しゃばらないそれからこの使ってた人はこの作った人にリスペクトして、この人のものをこう気に入って使ってたわけだから、この人の使ってる気持ちよりも出過ぎない、出しゃばらない、っていうのは大事にしようと思ってる。微妙なラインでねだから単に直せばいいってわけでもないし、出しゃばりすぎるとなんか日本でよくうるさいって言うんだけど、うるさい修理になってしまって、だからさ、だからアートっぽくなると僕はもううるさくて、それはもうなんか嫌だなと思う。純金ピュアゴールド。24カラット。高いよ。これで1万円。自分が使ってる焼き物、食器をなんかこう大事にしてほしいっていうか、それって自分がご飯を食べる時にちょっと今日はこのお皿を使おうとか、今日はこのカップでお茶を飲もうとかってちょっと思うことだけでいいので、今だって別にペットボトルこうやって開ければお茶は飲めるしこんなパックのトレイに入ったケーキそのまま食べれるんだけど、でもちょっと自分の気に入った好きなお皿とかカップをこうちゃんと思って使うっていうことをすると、なんかもっと器のこと好きになるし、もっとこう自分が物を食べたり、こう誰かと話したりっていうことももっとなんか大事に思えるようになるだろうし、でその延長線上でもし壊れたり割れたりした時に、金継ぎっていう選択肢があるなっていうのを少し頭に置いといてもらうと、すぐ捨てちゃうんじゃなくてぐらいかな。あんまりその金継ぎをすごく大事に思ってほしいとかはそんなに思わない何よりこう治ってこう壊れたの持ってくるお客さんはみんななんかこう辛そうな顔してるけど、修理できたの持って帰る時はみんな嬉しそうな顔してるからそれが一番いいかな。Maybe the biggest surprise of this whole thing was Koishida-san describing kintsugi as more of a craft than an art. You know, that he thinks the kintsugi piece should not be too loud or ostentatious, otherwise it takes away from the original artist who created the mug or the ceramic. I think that's really cool and kind of goes against the recent craze of kintsugi that you see online. Because a lot of, and admittedly, a lot of kintsugi I think is beautiful and it can be artistic. There's nothing wrong with that. But I think the original intent of kintsugi was not necessarily to express anything new or to embellish. Because really the origins of kintsugi are more about humility and honor, showing respect for people. So I think it's just interesting that over the course of hundreds of years, not only the intent or purpose of kintsugi has changed and branched out, but you know, it's kind of cool to see new innovations and ways of using it. But I think it's important also to try to uncover the origins of your craft or art form, regardless. So yeah, let me know in the comments what you guys think. Should kintsugi be considered an art form? And do you guys own any pottery or ceramics that could be repaired using kintsugi? And would you ever want to? And as always, thanks for watching QT Japan. I'll catch you next time. Peace.